Did you all know that we Japanese love eating fish in nuts? By the way, I've been studying English lately because people in the US, UK, and Australia have purchased a lot of the tuna jerky, and I wanted to thank you. In about 2 months, I want to make an entire video in English. Okay, I'll be speaking Japanese for the rest of the video, and please watch it with subtitles and enjoy! 言えたー、やっと言えた。はい、というわけでいきなり英語で始まったんですけども、いやなんかこれスピーキングするのはずいな。そのレベルでよう出したなとかコメント書かれそう。恥ずかしい。まあいいか。何事も挑戦し練習していかなければ上手くなりませんからね。ということで今回はこちら、あんこうっていう食材ですね。いやー皆さん念願のあんこうでございますよ。今埼玉スタジオにおりまして、沖永良部島でもね、一回さばいたことがあるんですけども、沖永良部島って基本的に鹿児島からフェリーで15時間の場所にあるから、鮮度のいい東北とか北海道の食材が手に入らなくて、冷凍のあんこうしか食べられなかったんですよ。食べ物にはですね、冷凍してもそんなに味が落ちないものと、としたら味がものすごく落ちるもの、2点ありますけども、あんこは落ちますね。内臓の匂いがですね、全ての身に移ってひどいことになります。それを経験しております。こういう大食感の魚は鮮度が命でございますからね。やっと食べれるということで、あんこをまず観察していきましょうか。こちら新潟県産の10キロのあんこうとなっております。よく初対面の人と話すとですね、これって何の魚に似てるとか言われるんですけど、あんこうとだけは絶対に言えないですよね。めちゃめちゃブサイクな顔してますね。で、ちょっとね、今日ね、ペタペタ足音が鳴るんですけど、実はね、ちょっと下見てほしいんだけど、最悪なの、これ。ここの下に水道管が通ってて、破裂して、今ね、工事して、直したばっかりなの。だから今ね、この絵通るとペタペタするんだよね。しかもですよ、なぜかお湯が出なくて、風呂に2日入っておりません。どんだけ汚れても大丈夫やな。はい、ということで真面目に説明に入りましょう。なんか、あんこ言うておりますけど、俺にはこいつがキアンコウに見えるんですけど、あんこうってね、キアンコウとかあんこうとかね、結構区別されずに売られてまして、この胸びれの位置とかでね、見るんですけど、あんまりあんこうをたくさん見たことがないんでね、確定的なことは言えないんですけど、写真で見る限りキアンコウっぽく見えるんですけど、誰も気にしてないと思うんで、キアンコウの方が胸びれが頭側にあって、あんこうの方がね、もうちょっと胸びれがね、尻尾側にありますんで、おそらくこちらの種はね、キアンコウなんですよ。魚の名前の表記って結構適当なことが多くて、こういうことはよくありますね。あんこうだったらごめんなさい。ずっとキアンコウって言ってたらうるさくなりそうなんで、あんこうって言いますね、ここから。あんこはここの目の間にですね、疑似餌がありまして、この疑似餌を使いまして、これに寄ってきた魚を食べております。ちなみにこの疑似餌、何かわかりますか皆さん。もともとは背びれだったものらしいです。普通魚って背びれがここにブワーって生えてるんですけど、あんこは背びれの1本目の針がこうなってる。こうやって疑似餌になってる。で2本目は疑似餌じゃなくて、これは普通にトゲになってますね。で、3本目以降は、ありますね。3本目とか、この背びれがどういう機能を果たしたのか分かりませんが、一応背びれもありますね。冒頭ですね、日本人は魚の内臓を好んで食べるんだぜって英語で説明した通り、あんこは捨てる場所がないと言われておりまして、身、皮、胃袋、肝、卵巣、エラ、ヒレ、この7つが食べれると言われております。で、この7つをまとめてあんこの7つ道具というそうです。ちなみになんだけど、俺が生まれたのが山口県で、あんこの水揚げ量が日本一で、めちゃめちゃあんこ取れるんですけど、あんこのエラとか食べてる人、一人も見たことないですね。日本全国であんこの7つ道具が食べられてるっていうわけではないですね。魚屋で働いてる時も全部捨てられてましたね。皮も捨ててたな。まあ、特殊調理食材ということでね。はい、腕が鳴りますねということで、早速ね、これヌルヌルしてるんで、ヌルヌル落としていきましょう。昔からの疑問なんだけどさ、あんこうのさ、この疑似餌って結構ディティールがしっかりしてるじゃないですか。でもこいつ住んでるの深海だから光ないんですよ。だから多分ね、これ見えないんだよね。だから水の振動をより大きく立てられるように多分作られてるんじゃないかなって変態的な妄想をしながらぬめりを落としてました。で、本日はですね、念願の新鮮なあんこうで、ようやく7つの道具が食べれるということでですね、ゴブ汁とエラの唐揚げ、この2品を作っていきましょう。ということで早速、さばいていきます。硬い。まずは皮を剥がしていきます。吊るし切りをね、したいところなんですけども、吊るし切り用のクレーンもね、あるんですけど、私、
肘を捻挫してしまいまして、今何もできません。ちょっと動かすぐらいはできるけど、皮を思いっきり引っ張ったりなんて、そんな激しい運動できないわけでございますよ。いや、でもほんと折れてなくてよかったわ。反対側を向けるんですけども、こんな重たいものを持って大丈夫なのだろうか。こんな重たいもの。よし、いけた。裏側はカエルみたいで可愛いですよね。くびれがちっちゃくて可愛いですね。さて、切っていきましょうかね。ちょっとここは硬えな。ここも多分硬いんだよな。骨が入ってんだよ。こういうのはデバでやった方がいい。あんこ重いのが硬えわ。くそうまく力が入んねえ。硬え。よし、取れました。はい、こちらが10キロのあんこうの口ですね。肉食魚は丸飲みで食べることが多いんで、こういうね、もうこのぐらいのサイズ。もう言ったらなんか普通にブリだったら多分こいつギリ食えるぐらいの口のサイズしてますね。これはマジで本当にブリいける可能性がある。こんな歯があれば。で、口の奥にもですね、返しの歯がありまして、一旦飲み込まれるともうどうあがいてもなかなか抜け出せないんですね。しっかり噛みつかれたりとかすると、人間の素手とかだったらツルツルしてるんで頑張れば抜けると思うんですけど、なんかセーターとか着てたらマジで絶対に取れないと思う。あんこうに噛まれたことはないんですけど、一回ね、コクハーラっていう、どうだろうな、7キロぐらいの個体に噛まれたことがあるんですけど、本当にこんな感じ、帰る感じにね、構造がなってて、もう痛すぎてびっくりしたもん。魚の口にむやみにね、手突っ込んだらダメ。はい、こちらヒレでございます。これ本当に食えんのか。硬いぞ。じゃあ反対のヒレも取りましょうか。さて、両方のヒレが取れましたんで、反対側向けてお腹の中を見ていきましょう。くそー、右腕がしっかり使えないのうざい。右腕捻挫してるとめちゃくちゃさばきづらいな。さて、開いていきましょう。こいつブヨブヨじゃないですか。お腹がブヨブヨでたるんでるのはですね、でっかいもの食べてもこうやってお腹膨らめるようにね、たるんでるんですよ。オニダルマオコゼと一緒ですね。お、肝が見えてきた。まず肝を取り出しましょう。うわー、いいね。立派なあん肝です。はい、こちらがあんこうの肝ですね。あんこうの肝臓です。皆様ね、居酒屋でよく見るあん肝の蒸す前でございますね。で、この白いのが胃袋ですね。切りましょうか。うわー、うわー、はは。これ本当に食べるの？さて、胃袋を開封する前にですね、ちょっと気になることがあるんで、皆さんアップしてもよろしいでしょうか。集合大恐怖症の人は、ここで一旦引いた方がいいかもしれません。アップします。うわー、ニベリニア大集合ですね。はい、こちら、ニベリニアっていう寄生虫です。はい、このニベリニアですね。こいつ深海魚には大体ついてますね。人体には無害なんで生で食べても問題ないそうですけども、昔アニサキスを生で食べてみたっていう動画を出したら、キモすぎて炎上するっていうことがあったんで、そこから俺寄生虫食べるシーンをね、動画に出さないようにしてます。ちなみにアニサキスは血の味がしました。おそらく魚の血を吸ってるから魚の血の味になってるんでしょう。これ卵巣じゃなくて腸だよね。いや、卵巣かこれが。さて、胃袋の中身開けていきましょう。胃袋の中には何も入っていませんね。胃袋の中にはですね、無数のニベリニアがいますね。端っことかほら見てよ。1平方センチメートルに4匹ぐらいいますよ。
これ端っこで薄くなって見えてるだけですからね。ちょっと待って。今さ、1平方センチメートルあたり4匹いたじゃん。これ円になってて、そうだな。俺の親指から小指の長さ20センチなんだけど、これ20センチを超えてますよね。おそらく半径13センチの円と仮定しましょう。さて皆さん、問題です。1平方センチメートルあたり4匹のニベリニアがいる円があります。その円の半径は13センチあります。この胃袋には何匹のニベリニアがいるでしょうか？円周率は 3.14 とします。計算しよう。うわー !530 匹！とてつもない料理だね。人が食べてるもんにあれこれ言うの良くないよなっていう価値観で生きてるんですけど、なんかわざわざさ、あんこをさばいて食べてる人ってなかなかいないと思うよ。多分7つの道具を食べてる人でも。みんな知らずに食べてるんかな。なんか俺、これ見てしまってちょっと抵抗がある。しかも胃の内容物が入ってないからさ、臭みも全くない最高の状態の胃袋だもんね。食べるか。なんか今までで一番抵抗あるかも。さてさて、もう少し観察してみましょうか。こんなにさ、ニベリニアがついてるのにアニサキスがいないなんてなんでなんだろうなって思ってたんです。そしたらですね、なんとですね、これ、ほらよく見たらアニサキスなんですよ、これ。全部アニサキスじゃん、これ。変なくっつき方してんな。血を吸ってるから、でっかい血管の周りにね、群がってますね。もう取っちゃいましょう。こいつら7つの道具じゃないから、7つの道具にこびりついてる奴らだから。ちなみに皆さんこういうニベリニアとかね、アニサキス見て、うわー気持ち悪い。こんなん絶対食えへんわって思ってると思いますけど、サバ缶とかね、アニサキスとか普通に入ってますからね。こっちの膜みたいなの剥げるんかな。もういいや。無駄な抵抗は諦めよう。はい。食材です。そしてこれが卵巣みたいです。卵巣と脾臓がついてるな。脾臓と苦玉がついてますね。これは潰すと臭くなるんで外しときましょう。これ腸でしょ。切ったらわかる。あ、これは腸でございますね。中身に消化物があります。腸かーい。わ、これ映像で見たやつだ。これだ。卵管こっちだ。うわ、どっちもグロいぞ。卵管でけえな。どんだけ卵を産むんだよ。通常魚って卵を食べることが多いんですけど、これは卵巣を食べるらしいんですよね。はい、というわけで7つの道具、胃袋、卵巣、ヒレ、そして肝が手に入りました。はい、ではですね、皮を剥いでいきましょうか。これ引っ掛けるもんがあればね、ピーって剥けるんですけどね。結局人間頑張ることができますから、道具がないことを言い訳に皮を剥げないっていうことはないです。頑張れば剥げます。もしかしてこっち向きの方が見やすい。そして巨大なあんこうの皮と身の引きついてる力、どっちが勝つんだ？頑張れ捻挫した俺の右腕、ほぼ左手や。右手ほんまに力入らんな。うわ、よいしょー、よいしょー。うわー、痛いよ腕が。もうこれ勢いつけるしかないな。せーのでいきましょう。せーの、よっしゃ。うわー、7つ道具の5つ目や皮。はい、というわけでだいぶ綺麗になりましたね。ここからですね、この腹膜を一旦外していきましょうか。一旦ね、綺麗にして。そういえばね、うさぎの頭をね食べる動画をね2時間だけメンバーシップ以外でも公開したんですけど、グロすぎてちょっとめっちゃコメントがで叩かれてたんですけど、サムネがね。でもようみんな考えてほしいんだけど、うさぎの頭を食べずに捨てるのと食べるのどっちが正しいのかって、これはやっぱりみんなちょっと考えるべきだと思う。やっぱこのあんこの胃袋に530匹のニベリニアがいるから気持ち悪いから食べない、捨てるという考えは間違ってるのではないか。なぜなら530匹ものニベリニアを殺してしまっているにもかかわらず、そのニベリニアに対して愛が足りないのではないかと、そう思うわけですよ。なんとか今
自分の中のニベリニャを食べたくない自分と動画的にニベリニャを食べなきゃいけない自分が戦っております。ここになんだこれ腎臓か。こんなところに腎臓があるのか。腎臓らしきものが出てきました。うわさて皆さん、ついに見つけたぞ。今回俺が見たかったものをついに見つけました。さて皆さん見つけましたでしょうか。こちらでございます。これやこいつ、ダマの塊みたいなやつ。さてみんな見てくれ、これだ。これが俺が見てみたかったやつ。あんこう微胞シチューです。あんこうについてる寄生虫でございます。俺、あんこうの卵管よりあんこう微胞シチューの方が美味しいんじゃないかと思っております。8個目の道具に加えておきます。なんかニベリニア食べるのはちょっとなんか気が引けるけど、あんこ微胞シチューはなんか食べてもいい気がしない。はい。で、あとはですね、これ身簡単ですね。こうやって背骨に沿って切っていくだけです。で、背骨のラインにね、あんこ微胞シチューがいっぱい入ってるらしいんで、ちょっと楽しみなんですよ。魚さばき動画のね、難しい塩梅で、あんまり寄生虫を見せるともう一定数見てくれなくなるんですよね。はい、気持ち悪いと。あくまでも私の動画は事実を見せたいので。わ、すげえマジか、微胞子まみれじゃん。いや、一旦反対側も撮ろう。すげえ、微胞子まみれだ。あんこ微胞シチューが背骨と背骨の間にこうやって等間隔でね入ってますね。うわ、すごいねこれ。ちなみにこのあんこ微胞シチューはですね、まあ後で茹でて食べてみようと思うんですけども、人間には寄生しないんで別に生でね食べることも可能です。ただまあ別に生では別に美味しくはないと思うんで、まあ、皆さんあんこ購入された際はですね、あんこというよりはキアンコウにね寄生していることが多いんですけども、是非ね試してみてもいいんじゃないでしょうか。衛生上全く問題ないですから。はい。まあ、ちなみにですね、今回10キロと結構大きいあんこうなんで、ちょっと背骨が結構硬くなっちゃってるんですけど、まあ、3キロぐらいのあんこうだったら、パリッパリに揚げればですね、骨せんべいとしても食べれてめちゃめちゃ美味しいらしいです。で、このぐらいのあんこうも、なんかこんな感じで、ハンマーで叩いたりして潰して揚げると食べれるって書いてある文献を見たんですけど、叩いた感じね、無理して食べることなくないっていうぐらい結構硬いんで、今回はこちら食材ではありません。まあ、ちなみに言いますと、あんこう微胞シチューは骨とか神経に寄生するんでね、ちょっとこうやって身に残ってしまうこととかもあります。さて、あとは取っても取らなくてもいいんですけど、このヌルヌルしてるヌルヌルをね少し取りましょう。まあ、やっぱ食べ物ってね見栄えが結構重要ですからね。綺麗に盛ってあったら多少まずいもんでも美味しく感じる。あと見たことあるものかどうかで美味しさって結構変わってくると思うんですよね。見たことないものってなんか抵抗があってややまずく感じるような。よし OK、 これで身が取れました。さてそしたらですね、ここに釜がありますんで釜を取っていきましょう。釜とか唐揚げにしたら絶対うまいよねこれ。あんこはやっぱ骨がちょっと柔らかめなんでさばきやすいですね。さすが背骨を骨せんべいで食べれるっていうレベルの柔らかさではあります。はい、こちら釜ですね。でようやくお出ましでございますよ。7種の道具最後の一つ。ここの骨柔らか。サメの骨みたい。よいしょ、やっと外れた。どうなっとるんじゃ。すいませんね皆さん、右手がねちょっとあまりにも安定しないため、ちょっと画角がもうちょっと綺麗に撮れたらいいなと思いつつ調整しづらいです。これ本当に食べれんの？なんか3日間何も食べてなくてもこのエラ食べよとはならなさそうな気がするんだけど、これを最初に食べようと思った人は相当お腹が空いてたんでしょうね。でここら辺もね身ですね。はい、多分唐揚げとかにしたら食えそう。最後ここまで来るとグロテスクになってきたな。
何かよくわかんないと思うんですけど、これ目なんですけど、目の横にですね頬肉がありますから、あんだけ盛大なね口がある魚ですからね、顎の筋肉がやっぱ発達してますね。よいしょ。エラはですね下処理が必要でして、血生臭いみたいなんで水にさらしていきます。水にさらすと白くなるみたいですね。だいぶ白くなってきた。そして汚れが半端じゃない。次ですね、胃袋と卵巣をね下処理をしていきます。では火を通していきましょう。着火。ちなみにこの鍋が茶色くて汚いのはダチョウの肉を焼いて食べてるからです。ダチョウの肉はね本当にねめっちゃ鍋に焦げつくんですよ。相当ヌメヌメしてますから、湯引きもしっかりやりましょう。1分2分やってもいいんじゃないかな、こんだけでかいと。でこれヒレもやっていきます。ヒレもねヒレ皮剥いだ方が良かったのかな。結構色が出るんですね。はい、では2分ほど茹でました。なんかすごいな、ナマコ調理してるみたい。ナマコの内臓ってこんな感じなんだよな。わあ、なんかナマコみたいな匂いする。海水の臭い匂いって感じやな。ちょっと一個一個でかいんでしっかり一個一個ぬめりをね落としていこうと思います。よいしょ。胃袋柔らかいな、意外と。もう何の胃袋と比較してって話なんですけど、結構ね肉食魚の胃袋ってしっかりしてて弾力があって美味しいんで、旗系の魚クエとかスジアラとか、ああいう魚だったりとか、あとは回遊魚の GT とかね、ああいうのの胃袋を食べたりするんですけど、そっちの胃袋はねもっとね硬いんですよ。なぜなら生きた魚を食べるわけですから、そりゃ頑丈な胃袋をしてないと。胃袋の中でさ生きた魚が暴れるわけですから、頑丈な胃袋をしてないといけないはずなんですよ。でもこいつなんかね、なんだこれ触った感じさ、生のブロッコリーみたいでさ、これ指すぐに貫通しそうなんだけどさ、思いっきりやっても貫通しない。貫通した。結構硬い。でも硬いけど GT の方がやっぱ全然硬いな。 GT は指じゃ貫通しないもんな。これこっち側のも食べんの？こっち側いらない説とかある。もういいや、全部食おう。ほら、うわーこれ、うわーみんな見て、ニベリニアです。茹でた方が分かりやすいね。みんなごめん、俺気づいちゃったわ。さっき俺計算間違った。530匹じゃないわ。俺は今までニベリニアを平面として認識してたから、平面にこうやって4匹いると思ってたの。違ったわ。これ胃袋分厚いから横から見たらこれ2段階か3段階に同じ層にいるわ。530匹じゃなくて推定2倍くらいいますね。3層になってるところはそこまでないんで、1060匹から1500匹ぐらいの間のニベリニアを今茹で殺しにしてしまいました。わあ、530匹やったら全然いけたんやけどな。1000匹か。やばい、これヒレめちゃめちゃ気持ちよい。ぬめり取ったんだけど、スクイーズのグッズとかでさ触って気持ちいいみたいなあるやん。なんかあれの1個上みたいな感じ。はい、というわけでようやく7つの道具が揃いました。下処理長えなーって感じなんですけども、まだあります。肝の下処理をしていきましょう。肝の下処理するって言ったけど、そういえばエラを唐揚げにするんだったわ。エラの片方ですね、こちらもうだいぶね綺麗になっております。これと釜を唐揚げにしていきますんで、醤油ベースのタレに漬け込んで味を入れておきましょう。エラ3時間23時間ね水の中につけてみたんですけども、まだねこうやって汚れが出ますんで、ちょっとこの汚れを取ってから食べようと思います。僕は変なものをねいつもいろいろ食べてますけど、まずいものを食べたいわけじゃないですからね。新たな味覚を求めて食べてるだけなんで、なるべくね最高の状態で食べたいんですよ。じゃあ中華料理屋さんとか行ったらなんかいろんな新たな料理食べれるやんけと言われますけども、中華料理のはね油とかでね味付けされてて、もう食材の味がね分かんないから、俺はやっぱりなるべく無の味で食べたい。なんかここまで来たらすごい食えそうな感じになってきたよ。あんこうのエラ触る前はね、あんこうのエラが食えるんだったら別に他の魚のエラも食えんだろうってめっちゃ思ってたんですけど、あんこうって骨がすごい柔らかいんですね。だから普通にこれは揚げたらコリコリして美味しそうですよ。魚のエラの付け根の骨ってね意外と硬くて
こうやってこんなぶっといエラね、こんな包丁じゃなかなか切れないんですけど、これ見てください。切れます。これ見てみるとね、これ中身スカスカで結構軟骨っぽい感じでできてるんですよ。人間の骨とは全然違いますね。魚の骨とも全然違う。すごい柔らかい。で、これ以上下処理を見ても何も面白くないでしょうから、ここからはカットで。はい、ということでエラの下処理が完了です。欲を言えばですね、ここの部分がですね、若干だけね、ぬめりがありますんで、湯通しした方が匂いが取れると思うんですけども、ちょっと匂ってみましょう。結構鮮度がいいのかあんま匂いがありませんので、今回なしとします。あんなでかいあんこうから6本しかエラって取れないんですね。右3本左3本でしょ。でこれ半分はですね、これどぶ汁用です。こっちの半分はですね、唐揚げ用にします。で一口サイズがねやはりいいと思いますので、こっちの方が切りやすいかも。そう、包丁切る方向でね、すごい切りやすさってものが変わってくるんですよ。そしたらこちら釜ですね。釜はね、ちょっとこの皮とかがね若干ついてるんですよね。魚の骨についた身をしゃぶりつくといえば聞こえはいいですが、こいつにはあんこう胞子虫がついておりますから、大量のあんこう胞子虫を摂取することになるのでしょう。なんか俺がこの動画を出すことによってあんこを買おうかなっていう気持ちがそがれる可能性がありますね。これさ、本当にさ、これさ、これだ、これ。はい、こちらあんこの骨ですね。これめちゃめちゃ軟骨が大きいんですよ。これね、絶対ね梅水晶できる。なんか七つ道具とか言ってるけど、これ骨絶対梅水晶にできるよ。普段居酒屋とかで売られてる梅水晶はですね、鶏の骨から作られたりするんですけど、本来はですね、サメの軟骨を使って作るものなんですね。そのサメの軟骨と近い組織をしておりますね、このキアンコウは。で普通このぐらいの骨って、スーパーとかに売ってる4、5千円の包丁なんですけども、こういうのじゃ切れないんですよ。こういうので切ると刃が欠けちゃうんですけども、多分切れると思います。ただ包丁かけはしないですね。こういう時は出刃です。包丁かけた時に包丁屋さんに持ってったら、包丁はこうやって縦に思いっきり落とさないとかけるんだよって怒られました。結構な思いっきりいった方がいい。思いっきりが大事でございます。これとかでかいな。OK。生臭いんで湯引きましょうか。めんどくさいけど。日本産のあんこうってね、高くて結構高級なんですよ。しっかり処理しましょう。もう冬でございますから、ここにねお湯がセットされておりますからね、このお湯を使っていきましょう。全然温度足りてなかった。30秒ぐらい茹でましょう。はい、下処理完了です。おー、いい香りが、血生臭さが消えたぞ。ではこの中にイン。ではここにですね、料理酒、そして醤油、生姜です。 OK。 ではこれ混ぜ混ぜしていきましょう。でおそらくね、どぶ汁にかなり時間かかると思うんですね。で僕いつも醤油1、料理酒1、生姜とかニンニクとか入れるんですけども、この配分だとね結構ね2、30分の味が入っちゃうんで、ちょっと水で薄めときましょう。どぶ汁ちょっと作ったことないけど1時間ぐらいかかりそうな気がする。ちょっと薄めておきましょう。このぐらいで。さてここから肝ですね。はい、僕たち山口県民もですね、あん肝はね唯一食べてましたし、これはもう我々日本人としてはねもう大好きな食材ですね。はい、アニーちゃんがいますね。動画で矢印つけといてください。アニーちゃんですね。なんかアニって聞くとオカピを思い出して、オカピってどんな味なんだろうって考えちゃいますね。取れねえ。取れた。はい、こちらアニサキスですね。アニサキスまだ生きてると思ったんですけど死んでますね。そしたら肝の下処理をしていくんですけども、皆さんあんこの肝ってなんでこんなに大きくて日本で大人気だと思いますか？
正解はですね、あんこうってこれ肝臓なんですけども、肝臓に油を溜め込んでるんですね。深海ってあんまり生き物がいないんで、肝臓に油分として栄養を溜め込むことによって長い間何も食べなくても生きていけるように肝臓が大きくなってるそうです。そして驚くことにですね、他の魚の肝臓を食べてもなんか全然味違うなって思うじゃないですか。基本的に魚ってマダイとかだと 2-3% ぐらいの油分しか入ってないところ、あんこはですね約 40% ほど油でできてると言われております。よくあん肝でね、痛風になるとか言われておりますけども、はい、その通り油が大量に入っておりますと。ちなみにあんこうと同様にですね、肝臓に油が大量にあるといえばですね、サメなんですけども、サメはですね、浮き袋がないから肝臓に浮力の高い油を大量に溜めて浮力調整をしているのですが、そういえばあんこうにも浮き袋らしい器官は見つかりませんでしたね。で、これ血管ですね。この血管を取っていきますと。で血管取るとねぐちゃぐちゃになるんですけど、あんきょうポン酢作るにしてもね一旦丸めるんでぐちゃぐちゃになっても問題ないですね。なんか前さばいたあんこうの肝はすごい血が回ってたんですけど、この肝は全然血が出てこないですね。血管潰してもなんでなんだろう。漁師の腕がいいのかもしれないですね。頭の皮剥いだ時頭にはめちゃめちゃ血回ってましたけど、あれはなんであんなに頭に血が回ってたんでしょうね。結構血管って中まで入ってて取るのが難しいんですね。血管筋みたいになってて食感が悪いんで取ってるんですけど、血管取り終わりましたらこれ表面にですね薄皮がついてるんですけど、油で非常にネトネトして、薄皮見えましたね。はい、薄皮見えた。こうやって薄皮を剥いでいきます。はい、そうしましたらきれいにしたんですけども、表面からですね血がねこうやってにじみ出るんですね。こちらですね血抜きをしてあげることでまたより美味しく食べれるということなので血抜きをしていきます。はい、そしたら料理酒、そして塩ですね。塩を料理酒で溶かしまして水も入れとくか。はい、そうしましたらこちらに料理酒と塩と水を混ぜたものを入れていきます。で、2、30分ですね、これで置いていきます。いや、あんこうの下処理むちゃくちゃ大変だな、マジで。もうここまで来たらできる限りの下処理してやりましょう。あんこの実をとりあえず切りつけていきます。あんこの実でかいな、半分に切ろう。でこれも半分に切ろう。あんこう胞子中が入っていますね。あんこを胞子中取っておきましょうか。これも半分に切ろう。でかいな、10キロだと。あんこの実ねブヨブヨしてたんできっと実が水っぽいんだろうと思って塩を当てて水抜きをしようかなと思ったんですけども、全くそんなことなくて塩で水抜きする必要なさそうなしっかりした密質してますね。それに匂いも全くないですし臭みも全くなくていいあんこうですね。よし、半身あれば足りるでしょう。半身ですら鍋に入りきるのかどうか。肝の血抜きをしている間にですね下処理をした胃袋や卵巣をね、一口サイズに切っていきましょう。まずはニベリニアの塊からですね。わあ、ダメ、ニベリニアだらけだ。ただこれニベリニアが入ってるからちょっと気持ち悪いなっていう気持ちにはなるんですけども、見て断面この白いうねうねってしてるの全部ニベリニアです。これ切ってみてやばいよ本当に。あんこの胃袋を食べるのが好きな方々がいるっていうのは知ってるんで、それを否定するつもりはないんですけど、これ本当にこのレベルにニベリニアが入ってる胃袋って食べるんですか？どうなんだろう。居酒屋でもあんこの胃袋見たことないし、日本にいてまだ見たことないからさ、本当に食べるの？サバ缶とかはさ、アニサキスよく探したら見つかるねとかや。これまんまやぞ。ええか。寄生虫は食材は寄生虫。ニベリニアは美味しい。ニベリニアは黒毛和牛。ニベリニアは本マグロ。ニベリニアはうまい。ニベリニアはしか勝たん。ニベリニア気持ち悪くない。ニベリニアはかわいい。ニベリニアはかわいい。
かわいいかわいい。うわーどんだけ密集してるの。これあんこうの皮に包まれたニベリニアって料理だよ。俺今まで結局動画公開できなかったんですけど、生きたゲジゲジを食べるっていう企画をやったことがありまして、生きたゲジゲジを食べるよりもこっちの方が嫌かもしれない。ちなみに生きたゲジゲジめちゃくちゃ美味しかったです。生きたゲジゲジは濃厚なナッツのクリームのような味わいでした。俺は虫 NG やって言うてたんですけどね。さっきのあん肝が美味しそうすぎてさ、あん肝でめっちゃテンション上がったのに、これですごいテンション下がってきたよ。気持ち悪いね、この辺とかやばいね。はい、ニベリニア1000匹が切り終わりました。でもそっか、ニベリニアってさ、ただ丸っこいだけだからさ、寄生虫って知らなかったらあんこうってこういうもんなのかって思えるもんな。そうだよな。あんこうの胃袋、今までこれ寄生虫って知らずに食べてた人食べれなくなったかもしれない。俺のせいで。だってあんこうってさ、これ口の辺の皮なんだけどさ、触手みたいなブニュブニュついてたりとかさ、触覚が入ったりとかしてさ、そもそもホルモンが寄生虫っぽいところがあるからさ、寄生虫でどこが寄生虫じゃないとかあんま気にしないもんなのかもしれないね。もうこの皮の中とかももしかしたらめっちゃいるんちゃう。皮の中にはいない。皮はあれだな、すっぽんの甲羅みたいですね。背びれの2本目がついてる。第2極がこれ食べれません、硬いんで。いやでもニベリニアより背びれの方が全然食べれるな。はい、続いては卵膜ですね。魚の卵は食べたことありますけど、卵は食べたことありますけど、卵の外側の部分を積極的に食べるっていうのは初の経験ですね。普通取りますもんね。取るか、取らないで食べることもあるけど、めちゃめちゃイカリナマコじゃん。イカリナマコはまずかったな。コッペンが口に刺さりまくって食べれたもんじゃなかったな。ただいつか大イカリナマコだったっけな、海外にいるやつ、クソでかいやつ食べてみたいよな。終わったわ、やっと下処理。はい、こちらヒレね。このままかじりつくシーンとかの方が面白そうではありますが、こんなでかいもんかじりつけるわけがありませんので切っていきます。ヒレはどっからがヒレなのでしょう。硬えなヒレ。こっちに切ろうか。もしかしてさ、ヒレこの皮のゼラチン部分じゃなくてさ、この中身の方を食べる可能性があるから1個これにしとこう。確かに、いやーでも硬いぞ。3キロぐらいだったら食えそうな気がするけど、どうなんだろうな。はい、同様に。よーし OK。 はい、というわけでようやく7つの動画が揃いました。肝、身、皮、ヒレ、卵巣、ニベリニア、エラです。そしてこちら野菜。もう野菜切るシーンなんて別に見たい人おらんやろということで勝手に切っときました。はい、ということで今回気合を入れてもう一個検証したいことがあるんだ。普段我々が居酒屋で食べてるあん肝は実は中国産であることが多くて、安いやつは中国産ですね。ということでこちらドン、あん肝425円購入してきました。これ中国産ですね。そして新潟県産の自家製のあん肝ね、味が違うのか試してみようと思います。さて、あん肝ポン酢を作っていきましょう。一口にあんこの肝と言ってもですね、やっぱ個体差がありまして、見たらわかるんですけど、油がねすごい乗ってるあん肝は、これ断面がねオレンジ色の油が出てくるはずなんですけど、このあんこはあんまり油が乗ってないですね。でアルミホイルで包んで、こんぐらいつける、包んで包みまして、せいろで2、30分蒸していきます。さあ、ではですね、あん肝を作ってる間にですね、どぶ汁を作っていきましょう。これ切ったところから血がやっぱ出てくるんで、あん肝ポン酢作る前提じゃなければ、しっかり血を抜きたいならこうやって切った後に血抜きした方が良さそうですね。OK。はい、セット。これで2、30分蒸していきます。はい、そうしましたらどぶ汁作っていきましょ
ではまず鍋に肝を入れていく。そして着火をする。弱火で火を入れていく。じゃあいつもとは違うね、正面からの画角で見てください。で肝をね潰していくみたいですね。結構肝臭いぞ。これサメの肝とかでもできそうだけど、サメの肝の油って成分が違くて美味しくないんだよね。でも油が出てきて、なんか揚げ物みたいになってきてますよ。ジュワーってなってるの分かるよねこれ。美味しそう。ただ結構魚の匂いしますね。様子が変わってきましたね。肝臓内にあった油が出てきましたね。へえ、こんな感じになるのか。よし、いい感じですね。こっからですね、こちら身を加えていきます。身ドカンで、身に火を入れていきます。そしてこちら料理酒ですね。あんこは料理酒をどれだけ使う料理なんでしょうね。めちゃめちゃ使いますね。料理酒を入れると、これオレンジ色の油が浮かんでるのがよくわかりますね。あんこうの油はオレンジ色なんですよ。うわ、身入れすぎたな。これ以外何も入れられないじゃん。ちょっと身あと入れましょう。一種の道具で終わってしまう。これだとこれも片身しか入ってないのに。うわー、めっちゃ美味しそうやな。でここにですね、味噌を入れていきます。味噌どんぐらいやろう。辛かったら嫌なんで、ちょっと目で後で調整できるように。でこのどぶ汁の面白いところは、料理酒は入れるんですけども、水を入れないんですよ。加水しない無水調理っていうやつですね。はい、なんか無水カレーとかね、一時期流行ってましたよね。あれと同じです。でちょっと一旦身に火を入れていきましょう。ではここに6つ道具でございます。まずはエラ、ドン。エラは全部入りますね。で卵巣こんぐらい入れましょう。でヒレ、そしてニベリニア、いやこれちぎってる。ニベリニア、そして皮。これ胃袋のことをニベリニアって呼んでるのは、胃袋は1匹の命分しかないですけど、ニベリニアは1000匹以上殺されてますからね。ニベリニアの命の方が密度が高いんですよ、この中だからニベリニアと呼称する方が俺は正しいと思ってます。でもそれを言い出してしまうと、この料理はアニサキスとニベリニアの料理になってしまうな。うわ、全然焦げついてない。すごい面白い調理法だ。さあそしたらもう野菜もほぼ入りにくくなってますが、無理やり入れていきましょう。はい、白ネギも入れてね。ほんで春菊ですよ。でじっくり弱火で蓋をして火を入れていきましょう。同時進行でいろいろな物事が起こっていますが、唐揚げを作っていきます。毎回このシーンを撮るときに画角をこだわってたら、カメラマンに望遠機能ついてるんで望遠にすればいいじゃないですかってマジで伝えるんですけど、確かにその通りや。あと8分蒸したら完成です。よし、ちょうどに出来上がる可能性があるぞ。スイッチオンや。今日は忙しいな。そしたら片栗粉で唐揚げをまぶしていきましょう。どぶ汁と唐揚げと全ての完成を一緒にしたいっていう俺の目標ができてしまってるんで、今急いでます。こうやって急いで調理するとやけどしたりね、手切ったりするんですよ。基本的に手を切るときはさばいたことない動物とかさばいてる時ですけどね。よし、ちょっと粉っぽそうだけど。はい、では唐揚げを入れていきます。おい、一個一個でけえな。揚げ物もう一発やんないと上がりきらんな。よーし、上がってきたんじゃないか。さて、あん肝が仕上がりましたと。はい、熱いに決まってるんだけど、熱いね、熱いね。よいしょ。で氷水にぶち込む。よっしゃ、一旦調理は終了や。さて、あとはあんこうの肝が冷たくなるのを待つばかりではありません。皆さん、一つ食材を忘れております。そう、あんこう奉仕焼酎ですね。こちら今回あんこう奉仕焼酎をですね、塩焼きにしていこうと思います。
なるべく素材の味を味わいたいんで、塩焼きでいきます。これを焼くのにわざわざ調理器具を出すのもめんどくさいということで、なんかね、あんこう奉仕焼酎はね普通に美味しそうなんですよね。魚卵みたい。はい、これが奉仕焼酎でございます。ぶどう状のつぶつぶになってるのがわかるかと思います。普通に見たら魚卵にしか見えないですよ。ちなみに海のことはですね、あまり研究されてないことが多くてですね、この奉仕焼酎の味について記載されている文献は見つかりませんでした。私がおそらく世界で初めて奉仕焼酎の味をレビューする男になります。羨ましいだろみんな。世界初のあんこう奉仕焼酎を食べる男に俺は今からなるんだ。くそ、どのぐらいで火が入ったかわからねえ。ジュージューいってやがるぞ。これはかなりジューシーな期待ができますな。うわー、こんぐらい焼けばいいだろう。最近あんまゲテモノとかな、あんまやってなかったけどな、肘を捻挫してしまって素潜りに行けなくなってしまった俺は、もう魚をさばいて寄生虫を食うしかないんだ。あんこう奉仕中、いただきます。うまい。はい、うまいですね。皆さん、あんこうを買って、あんこう奉仕中がついてた時は、ぜひ炙って食べてみてください。魚の風味がすごいいい感じで、油も口の中で弾ける感じの、しかももちもちしてる。レベルとしては3キロから5キロぐらいのクエの皮を炙って食べるのと同じですね。だからもう最高ランク S ですね、味。びっくりした。めちゃめちゃ美味しいわ。食べる？いや、嫌ですか？多分この動画見てしまった人はですね、あんこうのね、骨付きの身買った時とかね、あんこう奉仕中を探してしまって見つけてしまうと思うんですけども、それ当たりですから、ぜひね、食べてみてくださいということでですね。さて、冷た、ちょっと冷やしすぎたかも。初めて作ったけど、うまくできてたらいいな。ちょっとね、アルミホイルが硬いんですよ。本当はね、ちょっともうちょい薄いアルミホイルで作ると丸くできるんですけど、硬いアルミホイルなんでうまく丸にできてませんが、あん肝になりました。ちょっと形が汚いですね。でもめっちゃいい香り。さて、形は汚いですが、いやでもこれさ、あんこう奉仕中を食べた後にさ、あん肝で超えてこれる？でもこれオレンジ色の油出てきて美味しそうですね。あん肝で超えてこれんの？もうちょっとこれやっぱきつく結ぶべきなんでしょうね。そう、アルミホイルしっかりしたやつ買えばよかった。失敗失敗。さっきあんこう奉仕中が乗っていた皿にですね、持っていきましょう。もう今日は盛り付けなんて言え。こちらが市販のものですね。市販のものはしっかりとね、硬いですね。こっちふにゃふにゃ。中国産の方が全然油の量多いよ。色も全く違いますね。色も全く違う。よっしゃー、できたー。できた。というわけで、まずは大仕事に乾杯や。乾杯。肘が痛い。うまいなビール。なんでマサルそんな疲れてるんで多分みんな思ってると思うんだけど、冒頭でさ、英語話してたじゃん。あれのスピーキングの練習をひたすらしてたから、あの練習にね、ちょっと本気になりすぎた。では、まずは市販のあん肝425円ですので、1個105円ぐらいですね。分厚い。いただきます。普通に美味しいですね。基本的には業務用のアルミに入ったまんまのやつの方が空気に触れてないんで酸化してなくて、こういうねパッケージングで切られて売ってるやつは酸化が始まってるんで、ちょっとね味とかが変わってくるのかなって思ってたんですけど、全然酸化してる味もしないですし美味しいですね。では自家製あん肝、色が違いすぎる。いただきます。うわー、うんま。やばい、これなんでしょうね。市販のやつの方は結構油が冷たくなって固まってる感じで、言ったらそうですね、冷蔵のバターみたいな感じの食感をしてて、ねっとりしてて、で自分で作ったやつはね、ほろってもう口の中でとろけていく。
今まで食ったあん肝の中で一番うまいかもしれない。自分で作った方が全然うまいぞ。おい、あんこマジか。バチクソじゃんこいつ。よし、そしたら唐揚げいきましょうか。唐揚げが美味しくないわけない。いただきます。唐揚げうま。唐揚げうま。めちゃめちゃ美味しい。ふわふわや。めっちゃ美味しいな。さて、ヒレです。エラです。やっぱなんだかんだ硬くて美味しくないんじゃないかなっていうイメージはあるんですけど、いただきます。うわ、歯痛い。硬すぎて痛え。別に美味しくないですね。エラ自体に旨味があるわけでもないし、ただ衣の味がするだけ。衣の中に異物が入ってるって感じですね。ちょっとこれ食べてさ、硬くない。じゃあちょっと一旦さ、こっち食べてみて。こっち。身の方食べた後にエラ食べてほしい。このさ、こんだけ身があってエラ6本しかなくて、うわー、もう身いっぱい食った、じゃあエラも食おうかってならんくない？なるほど。食感が、ゼラチン質のカリカリの食感だから、おつまみとしては確かにいいのかもしれませんね。僕はあまり硬い食材が好きではありませんから、偏見があるかもしれない。では、ドブ汁や。ドブ汁って名前すごいよな。さて、味は入っているのか。まずは卵黄からいきましょうか。卵黄ですね。卵黄は普通にね、卵食べてる時とかに食べますからね。いただきます。うまっ。めちゃくちゃうまいやん。丁寧に処理された蜂の巣みたいな食感ですね。もう味に関してはもうこのどぶ汁で肝のコクがもう染み渡ってるから非常に美味しいですね。野菜も食べよう。うまっ。てかまずスープがどないなもんなんやっていうところね。はい、これ肝ですよ、肝。これがドブスープです。うわー、アニサキスが1本ついてる。いいや。いただきます。うわこれはそうですね、食べ盛りの子は好きそうですね。上の層をすくってしまうとほぼ油ですね。はい。身はそりゃうまいわな。さて、ヒレです。見た目はもうフカヒレに見えてきました。さて、いただきます。硬いじゃん。硬っ。これは絶対食えんぞ。これ飲み込んでいいもんなの？捨てるところがないって言ってたけど、ここじゃないのかな、食べる部分は。なんか周りのコラーゲンとかは皮とかは美味しいけどヒレは食えんぞ。皮うまいな。さて、ヒレを探そう。ヒレが一番見つかりづらいはず。ヒレは茹でたら、ヒレだ。ヒレヒレじゃない。エラエラめっちゃ縮んでる。エラうわ、なんやこれ。全然違うやん。なんか茹でた方がエラ美味しそうなんだけど。ちょっと食べてみます。エラの赤い部分あるじゃないですか。赤い部分はなんだろう、春雨みたいな感じ。春雨とはちょっと違うんだけど、なんかそんな感じで美味しいんですけど、その基部があったじゃないですか。それがついてる骨のところね。あそこに関しては別に普通に硬いです。硬くて特に味もない。口の中にプラスチックゴミが入った時みたいな感じ。うわ、ニベリニア行くのニベリニア行くのか。ニベリニア行くのか。多分視聴者の人はさ、あんこう胞子中を食べれてニベリニア食べれないのが意味がわからないと思うんだけど、なんか俺はニベリニアが嫌なんだよ。はい、こちら胃袋でございます。しっかりとニベリニアが顔を出しております。ちゃんと飲み込むところまでカットしないでね、編集者の人。そうだ、俺はいける。ニベリニアは食材。ニベリニアは食材。ごめんね、このあんこの胃袋が大好きな人が視聴者の中にもいると思うけど、俺無理やわ。まず食べてみるやん。食べてみたら、なんかブロッコリーみたいな感触してるみたいなこと言ってたじゃないですか。これ触った感じさ、生のブロッコリーみたいでさ、
口の中に入れてもブロッコリーみたいなんですよ。もはってしてて、で反対側はまあなんかちょっとつるんとしてるんですけど、でその中にゼラチン質みたいなのがあって、噛むとブロッコリーっぽい食感なんやって思った次の瞬間、激苦の苦味がきます。この苦味は何の苦味なのかもう分かりません。ニベリニアの苦味なのか、胃袋が苦いのか、苦い、どうしようって思って噛むじゃん。噛んだらポロって、ポロじゃないんだ、ポロポロポロって歯の圧力に負けて飛び出してきたニベリニアが舌の上に3匹ぐらい乗るのね。ニベリニアがベロの上に乗ってるって思いながら、さらに噛み進めて、そしたら旨味とか出てくるんかなって思いながら、噛めば噛むほど苦味が出てくる。なんやこの食材。7つの道具は今日から改変する。胃袋は除外や。あんこう放置中を代わりに入れる。いろんなサイトでな、あんこは7つの道具がありますからみたいなサイトいっぱい書いてありましたけど、この胃袋の食味について詳細に語ってるところあんまりなかったな。あんこう放置中に変えよう。あんこう放置中は万人受けする味や。この胃袋はもういろんなもん食ってるけど、ほんまに見た目抜きできついわ。じゃあ俺のレビューだけやと、でもなんか苦くなさそうな、この辺とかなんかニベリニアも少なそうだし、無理やったら吐き出しても大丈夫ですか？じゃあ俺たまたま苦い変な場所食べたってこと？確かに俺が食べた胃袋はなんか茶色みがかかってたけど、さっきの胃袋は白かったもんね。ちょっと食べてみるか、白いのもう一回。怖い。これ分かりました。ブロッコリー部分を噛みつぶすとなんか苦味が出てくる。だから多分胃袋の洗いが足りてないだけだわ。しっかりニベリニアは出てくるし、ニベリニアは無味だね。無味だけど食感はある。そして普通に口の中に出てくる。卵管でちょっと口直ししよう。卵管で。So please try it if you come to Japan. OK? 最初に英語で挨拶をしといたんで、ぜひ日本に来たら食べてくださいと言っておきました。なんかもう胃袋はもうあれ見てしまったらちょっと食うのがきついな。やっぱり。どぶ汁自体の味はですね、なんかすごい油ぎっしゅではあるんですけども、魚の雑味みたいなものはなくて、非常に上品かつ濃厚な味わいになってますね。沖永良部島でもね、ハリセンボンでね、同じような感じでアバサー汁っていうのを作るんですけど、ハリセンボンのやつはめちゃめちゃ魚の匂いして食べれない人はほんまに食べれないんですけど、これは本当にマジで万人受けするめちゃめちゃ美味しい味。見た目はなんかちょっと干物鍋かどぶ汁とかね、なんかひどい名前がついてるからあれですけど、非常に美味しい。はい、というわけでごちそうさまでした。あんこうの全てをしっかりと味わうというのは初めての経験だったんですけども、勝る個人的、あんこうランキングベスト3でも発表しましょうか。第3位、あんこう微生シチューの塩焼き。第2位、あんこうの唐揚げ。第1位、あん肝。あん肝やっぱ揺らぎませんね。めちゃくちゃ美味しかった。ちなみにね、惜しくも3位に入れなかった4位がですね、あんこうの卵巣ですね。卵巣めちゃめちゃ美味しかったけど、さすがに美保シチューには勝てないよな。はい、というわけでですね、これから冬であんこうが美味しい季節となりますので、ぜひ自宅であんこうの解体挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、英語で締めさせていただきます。ちょっと最後はカンペ読ませて。Everyone overseas, thank you always for watching. You can purchase my tuna jerky by clicking on the product image below. It tastes better when grilled. Don't forget to check it out. OK! というわけで最後ね、ご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえば、やばい漁師にもらったやつ、美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。